こんにちは。お元気ですか？今日は2月の14日の土曜日ですね。今日バレンタインデーだったんですね。さっき気づきました。この日にちを確認した時に。まだ感覚的には12日ぐらいかなって思ってたんですけども、もう今日14日でしたね。チョコレートが食べたくなっちゃいました。さて、前回の動画で、Wi-Fi が調子悪くなっちゃってって言って、で、速攻で違う会社に乗り換えましたっていう話をしたんですけども、もともとね、違う Wi-Fi の会社に変えようかなっていうのはもともと思ってて、っていうのも、私は携帯電話とか、あとはクレジットカードとか楽天を使ってるんですよね。だから、Wi-Fi も楽天の方にした方が、結果的にね、私にとってはお得になるので、ちょっとコスト的なね、ことを考えて楽天にしちゃおうかなっていうふうに思ってたんですね。で、今まで使ってたのはソフトバンクエアなんですけれども、多分ね、経年劣化もあったのかな。なんか、数日前にね、ちょっと調子が悪くて、ネットに繋がんなくなっちゃって、やばいと思って焦って、あれこれやって、20分くらいかな。で、また繋がるようになったんですけど、もう元々乗り換えしようと思ってたからね、これを機会に、さっさか乗り換えしちゃおうと思って、ネットでパッと乗り換えしちゃいました。で、今ではね、無事に楽天の楽天ターボ、Wi-Fi をね、楽天の Wi-Fi を使っております。で、そのソフトバンクエアを解約するのに、ネットだけで解約しようとしたんですけども、ソフトバンクエアのなんかにログインをして解約っていう手続きをしようとしたら、一回どっちにしろコールセンターみたいなとこと電話でやり取りしなきゃなんないらしくて、で、このいつ電話がかかってきますっていう日時をね、予約しといたんですよね。で、先日その時間帯にね、ソフトバンクエアの方から電話がかかってきて、電話を取って、無事、解約の手続きが完了いたしましたと。でね、解約するためにきっとこういう電話かかってくるんだろうなっていうのは予想してたんですけれども、電話がかかってきてね、おって思ったのが、最初に、かかってきたら自動音声だったんですよね。かかってくるのに最初から自動音声ってあるんだなと思って、へーって思いましたね。で、その自動音声が、本人確認のために、だったかな、いろいろ名前とかね、生年月日とか電話番号とか住所もだったかな、そういうのを聞いてくるんですよ。で、今まで自動音声ってね、何番を押してくださいみたいなね、そういう選択をね、こうぼちぼちこう手で押して答えるっていうのがあれだと思ってたんですけれども、口頭で答えてくださいみたいな感じだったんで、それ初めてのパターンだったんで、へーって思いました。だから口頭で名前は何々、電話番号は何々っていう風にね、こう聞かれるたびに、この自動音声に口頭で答えたっていうのが新鮮でしたね。ね、最近はね、そういう風に自動音声も進化してるんだなって思いました。それでオペレーターにつなげますみたいな自動音声が流れて、実際に人間と話したんですけれども、その人間もね、もう一回本人確認しますっていうことで、実際人にも名前とか電話番号とか生年月日とかをまたもう一回聞かれたっていう感じですね。ちょっと面白いなっていうふうに思いましたね。いろいろこう音声として記録するには、こう決まったこの自動音声で、いろいろ答えてもらう方がね、間違いもないし、本人確認は二重にしてもいいだろうねって思ったりとかしましたね。ああいう音声って全部録画されてますし、実際にね、この音声は何とかのために録音させていただいておりますって、どこのコールセンターでも言うと思うんですけど、そういう感じでした。で、もともとこう15分くらいっていう風にね、ネットで予約をした時にね、書いてあったんで、実際15分くらいで終わったんですけれども、私のこの電話を対応してくれた方が、おそらく喋った感じがね、新人
の方で、しかも多分若い子だったと思います。だからまだ全然慣れてなくて独り立ちもできてないような子が、すごいこう言葉とかもこちょっと分かりにくい、日本語としてちょっと文章的にもちょっと多分緊張されてたんだと思うんですけど、分かりにくくて、あと滑舌とかも悪くて、電源のことを私が点検って聞いちゃって、はにゃってなって、なんかちょっとそういう聞き返しちゃったりとか、そういうのがあったりとかしましたね。で、なんかこう喋ってて、きっと新人の子で慣れてなくて、もしかしたら私が初めてとか2回目とかなんだろうななんて思って、だからきっとおそらくベテランの方が一緒につきながら喋ってるのかもしれないなっていうふうに思いましたね。多分言ってる内容が正直よくわからなかったんで、言わなきゃなんない項目を頑張って全部一通り言おうとしてるんだと思いました。なのでね、そうするとこっちも気を使っちゃうじゃないですか。だから結構こう電話とかだとね、こう表情とかも見えないので、普通に特に悪気がなく普通に「はい」とか「いいえ」とか何々です」とか答えてる感じが、悪気なくあっちからするとなんかこうちょっとプレッシャーというかね、ちょっとこの人怒ってるのかなみたいに感じられてしまうことってあると思うので、こっちも気を使っちゃって、ちょっとこう小笑いとか小笑いなんか途中でふふとかね、なんかそういう小笑いとか入れながら、私は全然こうあなたのこうペースと一緒に話せますよとか、なんとかですよねうふみたいな感じでそういうのをちょっと意識して喋るようにしました。まあね、こう日本語として、ちょっと文章がおかしくて分かりにくかったりとか、滑舌が悪くて分かりにくかったとしても、そもそもね、今回何を話すかっていうのが、もう議題っていうのかなが分かってるんで、その解約のための電話っていうことなので、もう私も脳みその中で、きっとこういうのを喋るんだろうなって、もともと分かってる上で、ちょっと聞き取れなかったけど、この会話の流れとか話してるこの内容からしてこういうことを言うはずだっていうふうに脳で補正しながら聞いてるのでね、それはまあ大丈夫っていう感じでしたね。多分こういう電話って、解約の手続きとはいえ、その解約防止のための一通りのこのなんていうの、いろいろ喋るあれがあって、なるべくだったら解約を継続してもらうっていう、そういうこうフォーマットがねきっとあるんだと思うので、それを一通り聞きつつ、なんかこう早めにこう断りというかねは入れるっていうのをね、あまり相手が新人の方なんでショックを与えないように言わなきゃななんて思いました。ただね、おそらくなんですけれども、喋りながら思ったのは、多分こう本当にこう今回初めて喋りましたみたいなくらいの喋り方だったんで、多分ね、私がね、練習台、初めてコールセンターデビューの練習台として私の案件を一緒に、おそらくだけど誰かベテランの方と一緒に初めての実践でやってるんじゃないかなってちょこっと思いました。っていうのも、私がネットで解約の手続きとかその予約をした時に、すでにこう新しい解約理由のところにこう他の会社とも契約をすでに済ませているっていうところにチェックも入れたし、さらに最後の尾行のところですでに何々で契約して開通済みっていうふうにわざわざこう手で書いておいたんですよ。それを見れば多分電話がかかってくる時に、もうこの人すでに新しいところで契約しちゃってるから、多分こうソフトバンクエアーの解約防止とかいろいろこうですよって言っても多分もう無理だなみたいなね、そういう感じでかけてくるはず。ただもうそのルールとして必ず1回は電話かけなきゃなんないとかね、多分そういうのがあると思うんで、つまり練習台としてはもうこの人はもともとこのなんていうかこう継続はできないっていうのの前提で、マニュアル通り一通りのことを喋るっていう練習相手として、私はちょうどこの人ちょうどいいから初めての
やつやってみなよみたいな感じで選ばれたのかなって、わかんないですよ。わかんないですけど、私が勝手にそう思ったりとかしましたね。なので多分その会話の中でももうすでに他のなんとかで契約済みということでいらっしゃいますねみたいなこと言われたんで、あ、はいそうですって言って、ちなみにどこの会社でですかみたいなことも聞かれたので、まあ聞かれるだろうなと思ってましたけど、なのでその楽天のなんとかですって言って、で携帯は楽天なんでしょうかみたいなことを聞いたので、あ、これもなんかいかにもマニュアルっぽいなと思ってはいそうですみたいな感じでね、こういろいろそういうのを答えて、まあそういうのを答えた上で、多分もうあっちからするとまあ、楽天系を使ってる人が楽天の Wi-Fi にしたっていうのだと、その全体的なコスト的にちょっとねなかなかこう太刀打ちできるプランは多分ないだろうなっていうのはあっちも分かってるとは思うんですけれども、まあ、それでも一通りマニュアル通りにこうご一緒に住まれてる方がとか、なんちゃらなんとかでこうだとこのように金額的になんだったっけな、3000なんとか何円になりますとかね、そういうことを言ってくれたんですけども、まあそもそも一人で住んでますし、あ、そうなんですねと言いながら、まあ特に一人ですし、もうすでに新しいところで契約してしまったのでみたいなことをねこうお伝えして、それでまあただその方もねこう続けた方がこうですよとか、こういう風になりますよっていうのを一通り言い終えたっぽかったので、あ、よかったよかったって私も思って、ちゃんと聞いてあげれたかしらみたいな感じでなんかそういうのを終えて、それで特にね、それでじゃあこれで解約はなんちゃらです。でその今までのこの Wi-Fi ターミナルの方は、まあ、Wi-Fi の機器ですよね。それは返却する必要はございませんのでとか、あ、それが私が一番聞きたかった情報だわみたいなその辺の確認はしなきゃと思ってたんで、そうそう、それを聞ければもうよかったとあ、そうなんですね、わかりましたっていうことで、まあ、それでちょうどね15分くらいで終わったので、ああよかったなんて思ってそれで解約が完了しました。なのでね、コールセンターでその慣れてない方が出て、でなんで私が若い女の子だって思ったかっていうと、声が若いとかね、そういうのももちろんあると思うんだけど、まだ新人さんでも、例えば私と同じようにね、アラフィフくらいの人が新人でコールセンターやるなんて全然こうあるので、あの新人さんでもその年派が言ってる方もいるんですけども、なんでわかるかっていうと、やっぱりこう全くそのコールセンターとかその内容が初めての人でも、この喋りとかね、ビジネス的な喋りって年を重ねるともう慣れるじゃないですか。言い回しとかって、まあ、なんとかでございますとか、なんとか恐れ入りますがとか、そういうの自然に出るじゃないですか。あとはこうなんて会話のテンポとか、相手とこう対峙する時のこうなんかそういうこう焦ってる時でもこう落ち着いてるように演技する見せ方とかね内容はちょっと変だったりとかするんですけど、ただそういうなんて言うんだろう、生きてるだけでの世の中慣れみたいなあとは別にコールセンターじゃなくても、こう誰かこの客先とか取引先とかに対峙している経験っていうのはみんな持ってると思うので、だからね、こう慣れてない若い女の子っぽいなって思ったのは、その仕事自体もまだ慣れてないぐらいのこのたどたどしい感じだったので、あ、若い女の子なのかなっていう風に思ったりとかしましたね。まあそんな感じでソフトバンクエアがね無事に解約が完了したっていうことですね。まあ、ソフトバンクエア自体は私は会社は全然悪くないとは思ってますし、あともともとねこの4年ぐらい前かな、違う会社からソフトバンクエアに乗り換えた時の乗り換えの時のあれがソフトバンクエアすごく良かったので、お金がね逆にプラスになったので何万円か2万円くらいか忘れちゃったけど、
なので、トータルで見ると全然悪くない会社ですね。単純にこうなんて言うんだろう、お得の期間がね、3年とか過ぎると、5400円ぐらいだったかな、今。くらいになっちゃうので、Wi-Fi の金額としては別に他と比べてもね、特別高いわけではないんだけれども、いろいろ比べたら、もうちょっとお得にできる内容がね、特に私はいろんな楽天ユーザーでもあるので、楽天にするとお得になるっていうのがあったのでね、ちょうど Wi-Fi の具合が悪くなったタイミングでね、乗り換えできてよかったかなっていうふうに思っていますね。そんな感じで、本当に前回の動画でも言いましたけど、 Wi-Fi がつながらなくなるとね、本当にね、うわーってもうストレスがやばいです。もう本当に焦るし、いろいろなことが、今まで普通にいろいろやってたことが急激にできなくなるので、本当にもうイライラしますね。イライラがやばかったですね。私ってあんまりイライラするとか怒りっぽいタイプじゃないんですけど、ものすごいイライラしました。そうそう。だから前の動画でも言ったけど、私みたいに一人暮らしで暮らしてる人は、インターネットの手段を2つくらいは持っといた方がいいと思いますね。そのつながらなくなっちゃった時に、同居人とかがいればね、その人が持ってるスマホとかでどっかに連絡できたりとか、こういう場合どうしたらいいのかとか、そういうのを調べたりできるじゃないですか。もしくは自分が使ってる Wi-Fi の会社の電話をするにも、そのお問い合わせセンターとかも紙でちゃんと保管してない場合は、その連絡先すら分かんないじゃないですか。なので本当に焦っちゃうと思うんですよね。なので私の場合はね、この Wi-Fi と、あとは携帯の方で、この2箇所からインターネットは使えるようにしてたので、やっぱりね、一人暮らしでぼっちの方はネットは2つ必要だなっていうふうに強く、前から思っててそうしてたんですけど、本当に今回もやっぱりそう思いましたよね。本当に単純にね、金額で一番節約をするのであれば、携帯電話一本に絞ってインターネット関係は全部デザリングでっていう考え方もあるとは思うんですけれども、その場合ね、携帯がちょっとおかしくなったりとか、あとは落としちゃったりとかね、そういうのがなった時本当に困ってしまうので、そういう時でもね、家族とか同居人とかいればいいんですけど、一人の場合は結構本当に困ると思うんですよね。だからネットは2箇所からっていうのは、もうある程度お金をかけても、お金をかけてもそんな大してかかってないんですけど、必要だなっていうふうに思ったりとかしましたね。本当Wi-Fi がおかしくなった時ね、いろいろコンセントの抜き差しをしたりとかはしましたけど、どうしてそうなるのかとか、こういう場合はどうしたらいいっていうのはやっぱりネットで検索して確認していろいろ試したりとかしますし、あとね、最悪全然ダメだっていう時に新しい、今回だったら私は楽天ターボにね乗り換えをしたわけですけれども、その乗り換えの手続きもね、ネットがないとできないじゃないですか、基本的には。できなくはないと思うんですけど、電話があれば電話で連絡先を探すのをまずはネットで調べられないですけどね。あとはネットがあればね、そこで楽天の場合は、私は楽天のアカウントにいろいろログインしてとか全部つながるので、もう簡単にもう本当に契約はできたんですけれども、そういうのもね、困っちゃうなっていうのがね、もう今の時代はね、全てインターネットに通じてあれなのでっていうのは本当によく感じましたね。あとは逆にね、この紙とかね、そういうものでちゃんと管理しとくべきところは管理すべきだなっていうのはね、思いましたね。だからこういう新しく楽天ターボとかね、例えば今回も新規でそういうのを契約しましたけども、契約した時のね、この紙で送られてくるっていうか、Wi-Fi のルーターが送られてきた時に一緒に契約のなんかも入ってたりとかしますけども、そういうのもきちんと保管しておくとかね、そういうのがすごい大事かなっていうふうに思いましたね。そんな
感じでしたね、ここ数日は。あとはね、昨日とか一昨日はね、結構頑張って確定申告のあれを少し進めましたよ。進めたってこう言われるほどじゃないんですけれども、あの会計ソフトのやつではもう全部入力はし終わってるんですね、2025年度分のやつは。でもう時期的にね、確定申告のe-tax とかもね、使えるようになってるはずなんで、1月1日から使えるようになりますよっていうのは税務署に質問に行った時に聞いてあったんで、一回ちょっとやんなきゃな、その確定申告の時期になる前に一回ちょっとこうトライアルでというかね、ちょっとこんな感じでいじるんだなとか、こういう時こういうやつが必要なんだなとかいうのを一回ちょっとやっとかないとなと思ったので、事前になってこれがやっとかなきゃとか、これが必要だとかなるとあれなんで、それでただね、まだ e-tax の方でこうちょっといろいろいじってみるっていうところまで行ってないんですけど、会計ソフト、私は弥生のやつを使ってるんですけども、会計ソフトの中での確定申告書類作成のところをいろいろいじっていろいろ入力したりとか、そういうところまで行ったんですね。でそこでいろいろこう社会保険料とかのね、控除のところに入力をしてて気づいたんですけれども、私、国民年金の控除の紙が届いてたんですけど、はがきであなたのこうこの控除額はこれですみたいなの届いてたんですけど、それを見た時にタイミング的なのかなあれって思ったんですよね。私去年追納したんですよね、年金。今まで2年数ヶ月ちょっと忘れちゃったけど、2年ちょっとぐらい国民年金を支払いを全額免除にしてたんですよ。払ってなかったんですね、一銭も。っていうのも、私が人生お休み期間で全然収入がないっていう生活を続けてて、貯金がゼロになるまでに自分のメンタルが回復できなかったら人生積みますっていう状態だったんですけども、国民年金とか払ってるとその貯金がどんどんなくなっちゃうじゃないですか。でこの積むか積まないか人生がとこだったんで、国民年金なんて後回しだわと思って、とりあえず元気になるまではお金の切れ目が人生の切れ目じゃないけどそんな感じで国民年金も全額免除にしてたんですね。免除も私人生お休みしてるぐらいなんで全然働いてなかったんで、収入ないから全額免除余裕でできたんですよ、条件クリアして。なのでずっと払ってなくって、でここ1年ちょっと前ぐらいからこうどうにかね、自分でちょっとずつ家でね収入をお金を稼ぐように頑張っているようになったので、去年1年間はね、そこそこ人並みにっていうのは派遣会社で働いてる人ぐらいかな、並みにどうにか最低限の収入が得られたので、この全額免除してた国民年金を払ったんですよ、一括で。47万ぐらい払いました、一括で。全部って思ってたけど昨日年金ネットチェックしたら3ヶ月間くらい漏れてたんで、あれ全部じゃなかったわと思ったんですけど、いいや、とにかく47万円くらいこう追納したんですね、去年の11月ぐらいかな。でなのでその国民年金の控除の金額見たら、その追納分が全然入ってなかったんですね。なのでこれは追納分もね、ぜひとも今回の確定申告で保険料控除しないととんでもねえと思ってだから多分タイミング的にちょっと追納の分が入らなかったのかなって思ったので、国民年金の控除証明書を再発行することにしたんですよ。でもう紙のじゃなくてもいいから、どうせこのe-tax でネットで確定申告するので、
電子証明みたいな感じで、もらえればいいからと思ったんで、それでね、今までめんどくさくてあんま見てなかった、マイナポータルと年金ネットですね。マイナポータルっていうのは、その名前からイメージつくと思うんですけど、マイナンバーカードを使ってログインをする、やつがあって、その中に、自分の行政のいろんな手続きとかね、そういう系が確認できたりとかする、そういうサイトなんですね。なので、そのマイナポータルはもう何ヶ月か前にスマホにログインしておいて、私もね、マイナンバーカードを作ったのがね、去年の夏ぐらいだったんで、っていうのも、マイナンバーカードちょっとあんま気が乗らなかったんですけど、確定申告、青色申告をする上で、e-tax で、インターネットで申請をしないと、その控除額がね、10万円変わってくるっていうね、ひどい仕組みがあるので、ひどいっていうかね。だから、マイナンバーカードを発行しないと、控除額が10万違っちゃうとかね。いろいろそういうのがあるので、いろいろ考えた上にマイナンバーカードを取得し、今年からは、e-tax で電子申請で確定申告をすることにしたっていう流れで、その流れで、このマイナポータルも、スマホにね、アプリをログインしといて、ただその後は全然見てなかったんですけども、今回ね、久々にマイナポータルにログインして、その中で、確定申告の部分であるかなと見て、そこを見たら、その確定申告のところのコーナーで、各種、その控除証明書の取得の、状況を確認するみたいなところがあったんですね。で、そこで、もう私何もしてないからどれも確認取得はしてないんですけれども、この社会保険料っていう項目があったので、そこで取得の申請できるのかなって思ったら、それマイナポータルと年金ネットを紐付けしてみたいな、この連携します、ちょっと忘れちゃったけど、連携とか紐付けみたいのをする作業をすると、年金ネットの方から情報でその年金の控除証明書の申請をして取得ができるみたいのがあったんで、それをちょっとめんどくさいけど昨日やっときました。だから私年金ネットもね、初めてログインしてみて、それで追納がね3ヶ月間漏れてたっていうのもそこで見て発見したんですけど、それで控除証明書もそこから電子申請、もう紙じゃなくても全部電子で受け取りますっていう設定に変えて、電子で再発行の請求をしといたんですよ。それが3から5営業日くらいかかるって言われたんで、土日含めて1週間以内には来るなっていうのを見たんで、それでね、再発行したやつが、数日後に多分マイナポータルで確認できるんじゃないかなって思うんですけども、それでちゃんと追納した47万円分もきちんと控除証明書の中に入ってるかどうかっていうのをチェックしようかなって思います。それでもし入ってなかったら、いよいよ電話してちょっと聞いてみようかなっていうふうに思うんですけど、そんなことをしてました。いろいろめんどくさいんですよね。めんどくさいけど、もう確定申告の期日ギリギリにああやこうやするのはそれこそストレスなんで、やっとかなきゃなと思って、とりあえずね、年金の控除証明書が届くまではその先にちょっと進めないんで、とりあえずはね今は待っとこうかなっていうふうに思ってるんですけど、確定申告ね、めんどくさいですよね。本当ね、そんな感じをしてました、最近は。何かな、そんな感じです。ということで、今日はね週末ですし、バレンタインデーっていうこともあってね、ちょっとお出かけしてチョコレートを買って帰ってこようかなって思うんですけど、でもね、チョコレートせっかくだから美味しいの食べたいんですよ。最近
チョコレートもね、物価が上がったっていうのもありますけど、多分チョコレートのこの原材料価格も多分上がってるんですよ。で、それもあってチョコレート商品がなかなか高いんですけれども、やっぱりその実際のカカオマスのやつがあんまちょっとしか使ってない純チョコレートとかだとね、やっぱ美味しくないんですよね。だからしっかり原材料カカオマスを使ったチョコレートが食べたいので、それだとちょっと高いんですけども、美味しいチョコが食べたいなって思いますね。ちょっとうちの近所にはないですけど、ゴディバとかデメルとかね、そういうちょっと高級チョコレート、その2つしか知らないんですけどそういうちょっとね、美味しいチョコレートが食べたいなって思ったりとかしますね。ちょっと前にね、アーモンドチョコレート買おうかなと思ってスーパー行った時になんとなく。で、ロッテとか明治、この2つがアーモンドチョコレートの二大巨頭じゃないですか。箱に入ってるやつ。200円、もう今はもっと高いから250円くらいするのかな、今。それを見て買おうかなって思った時、この裏側の成分表のところを見たら純チョコレートって書いてあったんで、これも純チョコレートだったのと思って、そんなの嫌だと思って買うのはやめました。それだったら素焼きのアーモンドと普通の板チョコ、ちゃんとしたチョコレートの板チョコを買ってそれを一緒に食べた方がいいなって思ったりとかしたんですけども、なんかチョコが食べたくなってきた。ということで、そんな感じでございます。それではまた。